こんにちは、小宮山です。前回腐食した壁の修復に取り掛かりまして、なんとかうまくいったんですけども、その後の大雨でですね、まさかの雨漏りをしているのを発覚しました。ほとんどの窓から雨漏りしてて、原因を探ったんですけど、窓の周りのこのコーキング剤ですね、見てみるともうスッカスカ状態になってました。で、なんとか自分でできないかということでいろいろ調べてやってみました。実際取り掛かったのはですね、車体の後ろにあるキッチンの窓、これと、あと右の側面にある一番大きい大窓、キャビンの窓ですね。あとはバンクベッドの展望窓、あと前のフロントガラスの上にあるバンクベッドの展望窓、あと左側の側面にあるバンクベッドの窓と、あとは左のキャビンの窓、右よりもちょっと小さい窓になります。で、実際使った道具たちなんですけど、コーキング剤ですね。これは僕はこのポスシールというものの、変成シリコンというものを使いました。で、だいたい600円前後で買えるものなんですけども、これの大きな特徴がまず耐候性に優れてるというものみたいです。日の光とか雨風に強くて、屋外で使うならやっぱりこれが一番いいということでした。さらに乾いた後は上から塗装することができるみたいですね。ちなみにその塗料は水性塗料じゃないと、弾いてしまうみたいなので、水性塗料を使わなきゃいけないみたいです。で、速乾性はなくて完全に乾くまで3日ぐらいかかります。ただ乾けば相当強力な接着力を持つみたいですね。次はこのコーキング剤を押し出すためのコーキングガンという機材になります。これは僕298円っていうすごい格安のものをホームセンターで買ったんですけども、出てくる量が均等にはまず出なかったっていうのと、結構力を入れないと綺麗にちゃんと出てくれなかったっていうことがありました。で、僕コーキングガンを生まれて初めて使ったのでこんなもんなのかなと思ってたんですけど、どうも違うみたいで、割といいものをちゃんと使った方が綺麗にコーキングできるということを後から知ったんですね。手頃でいいのがこの田島ブランドのコンボイスーパーっていうのがいいみたいです。1600円ぐらいなんですけども、かなり使いやすいということなので、僕は次これ使おうかなと思っております。で、次の商品がこのプライマーというものなんですけども、これ何かっていうとですね、コーキング剤と接着面とのボンドみたいなもので、これをつけることによって接着能力がすごく上がるというものみたいです。僕はこれ実は使ったんですけども、ちょっとデメリットというかですね、大変なことが一つあって、汚れとか前のコーキング剤が残ってると接着能力がすごく落ちてしまうみたいなんですね。窓枠外すとこうやって前の汚れとかコーキング剤が残ってしまうんですけど、これを取るのが本当大変で、これをきれいに取らないとプライマーをつけても逆効果になってしまうみたいです。なのであえて使わなくてもいいのかなっていう気はしてます。コーキング剤だけでやってる方はいっぱいいますね。僕はでも一応使ってみました。あとはカッターですね。で、あとはこのマスキングテープ、これ1個85円のものです。4個ぐらい使いました。で、あとはこのヘラ。ヘラでこう面を作るんですけども、これも 15mm っていう先端のものを使ったんですけども、もうちょっと細いものもあってもいいかなと思いました。あとはさっきのプライマーを塗るためのハケ、これも300円ぐらいなんですけども、買いました。これはもう使い切りです。1回使うともうカピカピでもう使えなくなりました。はい、じゃあ実際にコーキングを始めていくんですけども、まず前のコーキング剤の部分にカッターを入れて、なるべく、綺麗に落としていきます。で、コーキング剤が取れたら車内に戻って窓枠の内側に金具がついてるはずなので、それを取り外します。で、また車外に出てマイナスドライバーをコーキングを取った部分に入れて、ちょっとゴリゴリっとするとこう窓枠が浮いてくるはずなので、この要領で全ての窓を取り外します。キャンピングカーの窓は一個一個かなり重たいので、できれば2人がかりでやった方が、スムーズで、さらに安全かなと思いました。僕は1人でやって結構大変でした。それでその後さっき言ったようにこの前の汚れやシリコンですね、綺麗に取っていく必要があります。で、この時普通に何もせずに取るのはかなり至難の技なので、このシリコンリムーバーっていうのをおすすめします。これをつけることで前のコーキング剤が非常に取りやすくなりました。あと、油膜を取ったりもするので、これで磨き上げることでコーキング剤の接着力も上がるみたいですね。あとこのカーボン剥がしヘラ、あとはカッターを用意してください。
取った窓にはきっとこのエプトシーラーっていうゴムみたいな材質のものがついてるはずなので、これをまず取らなきゃいけないんですけども、まずカッターで切り目を入れて、あとカーボン剥がして、ちょっと引っかくとこうやって取れてくるはずです。なかなか取れないなと思ったら、パーツクリーナーがホームセンターとかどこにでも売ってるので、これを使ってください。これを染み込まして取ると非常に取れやすかったですね。前のコーキング剤はパーツクリーナーでは取れないので、シリコンリムーバーをつけてちょっとふやかして、カーボンヘラでこするという感じですね。でこれでもなかなか取れないっていう方はこのシール剥がしを使っといいかなと思います。僕これ少し残っててシール剥がし使ったんですけども、というか柔らかくなってかなり取れやすかったんですけども、実は非常にこうちっちゃくて、つけた後結構5分10分ぐらい置かなきゃいけないんですね。コスパが悪い上に時間がかかるので、使い方によるのかなっていう気はしました。ただ一番これが取れやすかったですね。最後はしっかり磨いてあげると。磨いてあげた後、細かいゴミがいっぱい出てくるので、それをこの100均のブラシでいいので、これで綺麗に取ってあげると非常にいいかなと思います。で、さっき言ったそのエプトシーラーの新しいものを窓の内側のこの枠のところにつけていくと。片面がテープ状になっているので非常に簡単につけれるかなと思います。でここまで出来上がった窓を初めて、窓枠にまた戻すわけなんですけども、ここに戻して誰かに支えてもらって車内に戻ってまたネジで締めるんですけども、ポイントがここのネジを締めるときに全部締め切らないで少し余白を残しておくんですね。そうすることで外に出てまたドライバーを間に入れるとこの余白がちょっと開くんですね、この間に。でここにさっき言ったプライマーのボンドとか、あとコーキング剤を打ち込むことになるので、必ずここは締めすぎないでちょっと開けた方がいいかなと僕は思います。はい、マスキングテープの貼り方ですね。で今一見こう綺麗に貼ってるように見えると思うんですけど、実際これを手元をアップした動画がこちらなんですけども、綺麗にこう今、左回りで、テープをちぎってカーブを作ってってるんですけども、またこっち側に戻って今度時計回り右回りに今度貼ってってしまったんですね。でこれ実は絶対やってはいけないマスキングテープの貼り方らしいです。でこうすることでこうやってね剥がす時に全然剥がれないんですよね。一緒についていかなくなっちゃう。でこうするとコーキング剤がビロッと伸びたりとか糸状になってぐっちゃぐちゃになってしまうので、必ず同じ同一方向で鱗状に貼っていかなきゃいけないです。一番いいのはこうやって1本のマスキングテープをカーブのとこもこういう風にみちってやりながらやっていくのが一番綺麗に取れました。はい、でもこれ多分ボディの方にやるのは非常に難しいので、ボディの方はやっぱさっきみたいにちぎってやるんですけども、何度も言いますけどこう鱗状に必ず同一方向につけてあげるとこうやって綺麗に取れてくれると思います。で手で取るとこうやってコーキング剤が取ったコーキング剤がこうボディにくっついたりするんですね。でしまいには僕こうやって足にまでくっついてぐっちゃぐちゃになって家に帰るっていう事態に陥りましたので、これを解消するのはこのマスキングテープを外すときにこの板何でもいいので、ボッコでもいいのでボッコにこうやって巻きつけながら取ると、非常に綺麗に取れるし、手も汚さずにゴミの処理も非常に楽でした。なのでこの方法が一番楽かなと思います。はい。で次はコーキング剤の実際の打ち方なんですけども、298円のコーキングガンなので何とも言えないんですけども、さっきのその隙間のところにコーキング剤をまず埋め込んであげます。埋め込んだら車内に戻って一気にこうボルトを締め上げるんですけども、そうすると間に入ってたコーキング剤がブニュッと出てくるんですね。でこれを今度ヘラでこう押し込むというかこうねじ込むという感じでしょうか。で必ず最後は表面をきれいに平らにすると。ボコボコしてたりとか、あと糸を引いたりしてるのをそのままにしておくと、そこが雨とかで硬化して硬くなってそこから劣化が始まるみたいなので、なるべく平らにしてあげることがすごく重要みたいですね。次はマスキングテープを外すタイミングなんですけど、これすごく難しかったです。まず必ず乾く前に剥がすっていうのは鉄則みたいですね。で乾いてから剥がすと綺麗に固まってるところも全部一緒に剥がしてしまう可能性があるので、これは必ず絶対に NG ということでした。で乾かさなすぎても NG、 これもすごく微妙なニュアンスでめちゃくちゃ難しいんですけど、柔らかすぎて剥がすグニュグニュになるんですよね。でそのグニュグニュのところが他のところにくっついて結局ガッタガタのベッタベタになるっていうことになってたので、これはすごく難しいタイミングなんですけども、ただそんな中でも一番いいなと思ったタイミングがあって、なんかプリンみたいな状態って言えばいいんですかね。まず表面がちょっと触れて、触れるけど手にひっつかないぐらい
だけど中はぷよぷよしたような状態になるんですよね。でこれが大体なんですけど30分後ぐらいにはそういう状態になってたので、そこの状態をなんとなく肌感覚で感じていただければなと思います。その状態で取るとこういう風に取れてくるんですけども、ここに溝があるのちょっと分かりますかね。段ができるんですけど、こういう段もなるべく残さない方がいいみたいです。指につばをつけて指でねじ込んで鳴らしてあげるんですよね。そうするとこういう風に密着してくれて完全に水の侵入を防いでくれます。実際ここまでやるのはめんどくさいっていう方もいっぱいいると思うので、打ち増しする場合ですね、前のコーキング剤の上からコーキングする場合は、まず前のコーキング剤を平坦にする必要があります。表面をちょっと平らっぽくしてあげて、また綺麗にハケで履きながら、でシリコンリムーバーを使って、同じようにさっきと同じように綺麗に磨いてあげて、この状態で打ち増ししてあげると、普通に打つよりも全然持ちはいいみたいですね。はい、僕は実際ここまでコーキングやって水かけてチェックしたんですけども、実は1箇所からまた水漏れしたんですよね。バンクベッドの上なんですけども、インスタグラムでちょっとアドバイスをいただきまして、でその通りやりました。このゴムのパッキンですね、この内窓のパッキンも全部外してやったんですよ。でこれほんと大変だったんですけども、でありとあらゆる隙間ももうこの際なのが全部埋めてやったんですよね。ちょうどその次の日に大雨が降ったんですよね。そしたらなんと見事雨漏りがなくなってました。だからどこから漏れてるかわからないので、まずは大窓の周りをやって、それでもダメだったらこのパッキン系、ありとあらゆる隙間の部分を埋めていくのがいいのかなと思います。はい、で今回かかった費用をちょっとまとめておきました。変成シリコン2つ1200円、カッター300円、マスキングテープ4つで340円、コーキングガン298円にプライマー600円、コーキングのヘラが300円でパーツクリーナー300円、シリコンリムーバー930円でカーボンヘラ170円、エプトシーラーが4つで3020円でトータルで7458円でした。でかかった日数は丸2日です。はい、で次回なんですけども、バンクベッドの改造にとうとう入ります。もうここベッドルームになるんですけども、僕たち家族のもうほんと汚いし、もうめっちゃくちゃなんですよね。なのでいろいろと大変な思いまたしました。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。改造のリアルタイムな更新はインスタグラムで行っておりますので、ぜひお気軽にフォローしてください。ブログも書いてます。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。